春の終わり、校庭の桜はすっかり葉に変わっていた。放課後の教室には柔らかな夕日とどこか言い出せない思いだけが残っている。2年生の青は窓際の席からグラウンドをぼんやり眺めていた。その視線の先にはテニス部の練習に励む一人の女子の同じクラスのリンがいる。誰よりも早くボールを追い、誰よりも強くボールを打つ彼女はクラスでも少し浮いた存在だった。でも青にとってはそのまっすぐさが眩しくて仕方なかった。また見てるの？振り返ると幼なじみの美咲が呆れた顔で立っていた。別にただすごいなって思って。すごいだけで終わらせるの？図星だった。青は目をそらす。凛とまともに話したことはほとんどない。同じクラスで何度も同じ空間にいたはずなのに、彼女はまるで別の世界の人間のように感じられた。無理だよ。ああいうタイプ俺とは合わないし。出た、無理。美咲はため息をつきながら机に肘をついた。ねえ、ことわざ知ってる？虎穴に入らずんば孤児を得ず。知ってるけど、危険でも飛び込まなきゃ大事なものは手に入らないって意味でしょ？あんたずっと外から見てるだけじゃん。その言葉は妙に胸に刺さった。青は何も言い返せず、ただ窓の外に目を戻した。グラウンドでは凛が仲間に指示を出しながら笑っている。その笑顔を自分は遠くから見ているだけだ。その日から青は少しずつ意識を変え始めた。まずは話しかけること。それだけで十分なはずなのに、いざとなると足がすくむ。放課後何度もタイミングを見計らっては結局声をかけられずに帰る日が続いた。そんなある日、教室に一冊のノートが落ちているのを見つけた。表紙には凛と書かれている。中を開くとびっしりと練習メニューや反省が書かれていた。これ届けるしかないよな。青は深く息を吸い、グラウンドへ向かった。心臓の鼓動が大きく響く。まるで本当に虎の穴に入るような気分だった。すみません。声が少し裏返った。凛は驚いた顔で振り向く。これ教室に落ちてた。差し出したノートを見て凛の表情がふっと和らいだ。ありがとう、助かった。短い言葉。でもそれだけで胸の奥が熱くなった。いつもすごいね、練習。思わず口から出た言葉に自分でも驚いた。凛は一瞬きょとんとした後、少し照れたように笑った。そんなことないよ、まだまだだし。いや、本当に、なんていうか、全力でやってる感じかっこいいと思う。沈黙が落ちる。青は言い過ぎたと後悔しかけたが、凛はまっすぐこちらを見ていた。初めて言われたかも、そういうの。その目はグラウンドで見せる強さとは少し違って、どこか戸惑っているようだった。それから少しずつ会話が増えていった。朝の挨拶、授業の合間の一言、帰り道の短い雑談。青にとってはどれもが新しい世界への一歩だった。ある日、凛がぽつりとつぶやいた。私さ、ちょっと怖いって思われてるみたいで。真面目すぎるとか、近寄りがたいとか、だからあんまり話しかけられないんだよね。青は苦笑した。俺も最初そう思ってた。やっぱり？でも違った。ちゃんと話したら全然違った。その言葉に凛は少しだけ嬉しそうに笑った。ありがとう。夕焼けが二人を包む。青はふと美咲の言葉を思い出した。あの時一歩踏み出さなければ今この瞬間はなかっただろう。ねえ、凛さん。今度さ、一緒に帰らない？言った瞬間顔が熱くなる。でももう後戻りはしない。凛は少し驚いた顔をした後、ふっと笑った。いいよ。その一言で世界が少し変わった気がした。危険かもしれないと怖がっていた虎の穴は、実はただの入り口だったのかもしれない。そこに踏み出す勇気さえあれば、手に入るものは想像以上に大きい。青は隣を歩く凛の横顔を見ながら静かに思った。